なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。まゆみのなんとかなるチャンネル、まゆみです。はい、今日はですね、自分を大切にする。そう決めると、こんなお試しが来るということですが、私がですね、本当に今こんな風に YouTube もやって皆さんから応援していただいたりとかね、一応社長になれたりとかいろんなことっていうのは、もう幸せなのは本当にお塩さんのひとりさんの教えの大基本である自分を大切にするっていうこのことを本当にやってきたからですね。そうすると自分を大切にするっていうことをやるとですね、その大基本をやると幸せになりたい、お金持ちになりたい、ね、素敵になりたい、魅力的になりたい、あとは成功したいとか出世したいとかっていう全てが叶う、それが基本です。ね、で私自身も本当にね、自分を大切にするっていうことをやってみるとですね、そうなんですよ。もう今日のタイトル通りにお試しがやってきます。ね、でお試しやってきましたからっていうことは、この知ってることね、皆さんにお伝えする。そうすると皆さんが知っておけば、あ、これね、まゆみさんが言ってたのはこれね、OK ってなるとスッと買わせますね。そうすると無駄な努力がいらないです。そうすると無駄な努力をしない分、自分をね、もっと大切にする素敵な時間が増えますから、お得ですね。はい、今日はそんなお話をお届けいたします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、早速いきましょう。はい、ということで、まずですね、もうひとりさんのね、幸せの成功法則。ね、大基本というのは、もうこれね、私たちがいつもこうお届けしてると思いますが、もう初めての方もいるかもね。そう、私たちの中ではこれを本当にそらんじております。発酵の誓いです。そう、これね、幸せの成功法則の大基本。ね、それは発酵の誓い。自分を愛して他人を愛します。優しさと笑顔を絶やさず、人の悪口は決して言いません。長所を褒めるように努めます。っていうね、はい、この発酵の誓いというものなんですけれど、これね、この通りに生きると、まずですね、これが幸せの成功法則の大基本です。それが自分を大切にする生き方です。っていうことは、もう一回ね、発酵の誓いの自分を愛して他人を愛します。優しさと笑顔を絶やさず、人の悪口は決して言いません。長所を褒めるように努めます。っていうこのことの通りに生きていて、自分を大切にする生き方をしていたら、全てうまくいかないわけがないですが、ところがですよ、自分を大切にするってね、この言葉を言い出したりとかして決めるとですね、実はこんなお試しがやってまいります。じゃがじゃんっていうことで、それをね知っておくとすごく本当に楽ちんですね。はい、わざわざねそんな嫌な思いっていうか、なんていうのかな、お試しでふんふん言って頑張る必要ないですからね。はい、ではまずそのお試しその1です。1つ目、これはめんどくさいです。ね、自分を大切にすると思って決めるとやってくるお試しその1はめんどくさいです。ね、これね、大切にするのって大変なんですよ、結構。だけど大変っていう言葉聞くとなんか悪い意味みたいだけど、大変っていうのはね、その通りに大きく変わるっていうことですからね、自分が大きく変わるチャンスですね。ところがね、例えばね、笑顔一つとね、自分を大切にするっていう中で自分を笑顔にしとこうとかって言ってね、笑顔にしとくっていう一つとっても大変ですね。そうなんですよ。今までの自分にはなかったことをやってなかったことだからね、なんかこうやってるとめんどくさいなって感じるっていうことですね。でもこのめんどくさいっていうのが大事です。ね、これめんどくさいと思ったらその時にこう思ってください。聞いてる聞いてるなと思ってくださいね。これ筋トレと一緒ですね。筋トレもこうね、聞いてるっていう時ってめちゃくちゃね、分かると本当にこうやってやってて聞いてると思うと腹筋になったりとかしますよね。要はあなたのね、めんどくさいとかって思う気持ちとかっていうのも悪いことじゃなくって、これはあなたの自分を大切にするっていう筋トレ
これがね、自分を大切にする筋トレが効いてるなって思ってください。その時に効いてるっていうのがめんどくさいとかって思うのは大きく変化してるっていうことですからね。今までやってなかったからね、何も感じてなかったから感じてるっていうのはすごいことですね。そして2つ目、お試しその2。何が起きるか。やっぱりで無理かもですね。そうなんですよ。自分に大切にするって決めた時にやっぱり無理かもみたいなね。それがね、その時についつい自分を大切にするって言ってたのに、ついつい自分のことを責めちゃうと、ついついちょっと不機嫌になっちゃうとかね。そうするとなんか大切にするって難しいな、なんかやっぱり無理かもね、なんか前の自分にね戻っちゃおうかなみたいなね。そんなだけどこの時っていうのはですね、頑張りすぎですね。頑張りすぎ。ちょっと緩めましょうね。なんかそんなやっぱり無理かもみたいにね、なんかこうせねばいけないみたいな、だけどね、ちょっと責めちゃうというか不機嫌になっちゃうとかっていうのも、それはいけないとか、そうせねばいけないじゃなくてね、多分無理かもって思うような、多分頑張りすぎっていうことはちょっと緩める。多分自分を許すね、そのタイミングだと思います、ね、自分を許してくださいね。どんな自分も OK です。やっぱり無理かもとかっていう自分も OK ですね。それがお試しですね。だからその無理かもとか、やっぱり無理かもって思うのも、それもお試しですね。その2です。そしてお試しその3、どうせこんなもんね。そう自分では自分のことを大切にしてるのに、周りの人の扱いがね変わらないとかっていうとね、いろんな自分の周りが変わらないってなると、どうせこんなもんなのかなっていうね、大切にしてるのにどうせこんなもんみたいなね、そういうお試しがやってきますね。でもこれですね、おめでとうですよ。おめでとうね。今まではそれを許していたよねっていうことです。で、周りが変わらないとか、自分が望んだ通りじゃないっていうことでもね、どうせこんなもんで私はいいんだみたいになってたのが、どうせこんなもんが嫌なんですよねっていうことは、それに気づけたね。相当これは自分を大切にしてるっていうことですね。だから周りの扱いに気づけたとか、周りの自分のなんか現状がね、それに気づけたっていうことは、もうね、これは諦めるのではなくってね、諦めてるんじゃないんですね。どうせこんなもんって諦めるんじゃなくて、明らかに眺めてるんです。諦めるっていうのはね、明らかに眺めるっていう言葉なんですよ。だからなんかね、どうせこんなもんだって思っちゃうんだけど、そうじゃなくて、諦めてる、そういうマイナスの方ではなくて、明らかに眺めるタイミングっていうことですね。そうするとこのこと分かるとね、実際に付き合う人が変わるタイミングだったりとか、ね、今の現状から何かを打破するタイミングだったりしますから、おめでとうです。そして4つ目ですね。4つ目のお試しはですね、こんなの来ちゃいますよ。やってらんないっていう感じですね。ね、自分を大切にしている。それでも、なんでこんなこと起きるのとか、なんでこんなことがやってくるの私にみたいなね。自分を大切にしたら全て叶うんじゃないのみたいに、もしかすると私にもクレームが来るかもしれないですね。受け付けてないですね。でもここまで来たらもう全て叶いますね。やってらんない、なんでこんなこと起きるのね。ここまで来たらあともう一歩ですね。そうこれは神様の次の上級クラスにあなたが行く最終テストです。そうなんですね。なんでこんなことが起きるの、なんでこんなことがやってくんのっていうことね。その時に神様がそれでも自分を大切にすることができるかなっていうことですね。でそれに対してね、丸をもらう、丸をねもらう答えをあなたが出せるとね、神様は信じてるんですね。そういうことがやってらんないっていう時の神様からのメッセージです
ね、あなたのことを絶大的に信じてるんです。だからそのメッセージが届いている最高のタイミングですね。はい。でね、もうこれね、このサインがありますね。今言ったみたいなね、本当にめんどくさい。お試し1めんどくさい。やっぱり無理かも。どうせこんなもんやってらんないみたいなのが来た時っていうのは、ね、いろんなことがやってきますね。だけどこれってね、全部良くないことみたいなんだけど、これ何かっていうとね、自分が幸せになるには正当な努力が必要なんです。これはね、腹筋ねバリバリ割りたかったり、ナイスバディになりたいと思ったら筋トレしたりダイエットしたりとかしますよね。同じことね。だけどそれってちゃんとした自分が素敵になるっていう目的がある。ね。だからその同じようにいい努力、ね、正当なる努力、それを普通の人って間違った方向に使うエネルギーの努力をしちゃうけど、そうじゃなくて自分を大切にするって決めたそこの中の本当に幸せになる正当な努力をするっていうことですね。本当にそれがね、自分を幸せにするための正当なる努力っていうのはもう何かっていうと、本当に自分を大切にするっていうことです。そうなんです。だから今日のお試しポイントありましたね。めんどくさい、やっぱり無理かも、どうせこんなもんとかね、やってらんないみたいなね、そんな気分になるような出来事が起きる時には、そのお試しポイントが来た時に今日知ったからね、スッスッとね、本当にそれもいい方向に受け止めてね、言ってください。そして幸せ街道爆心まっしぐら言ってくださいね。私なんかはこういうのにね、いちいちもうなんでこの怠け癖出ちゃうのみたいな感じで、めんどくさいからって言ってね、やめるとでもいいこと全くなかったりね、自分を大切にするとこから外れちゃったりするからね、それで痛い目見たりとかいろんなことをしながら来た中で、皆さんはもうね、ここからもう一番まっしぐら言ってほしいと思いますので、今日の話をお届けしてます。はい、ぜひね、本当にもう最短で楽しんでいってくださいね。パッて起きた時にこれねって言ってスッスッって避けて楽しんでいってください。はい、今日の動画いかがでしたか？よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。では行きますよ。なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。今日もありがとうございました。